息が上がってきたな。足の筋肉も重くなってきやがった。だけど止まるわけにはいかねえ。よう坊主。タイガさん、どうしてここに？どうしても何も、ここは俺の庭みたいなもんだ。おかしいことはないだろう。それよりお前はどうして勝ったくせに浮かない顔をしてるんだ？勝ったって、まさかさっきの見てたんすか？ああ、散歩してたら面白いもんが見られた。あいつらも悪くはねえ歌だったが、惜しいな。お前に食われちまった。そうですか。ほら、これでも飲んどけ。水分補給はしっかりな。体を壊すぞ。すみません。いただきます。この人、すげえ力強さで見てくるな。なんつうか、見抜かれてるって感じがする。昔はあいつらに思いっきり負けたんですよ。でも今日は勝てた。ああ、なかなか快勝だったな。そうですね。でも一瞬でも気が抜けちまった自分がいて、それがどうしても許せなくて。どうして許せないんだ？勝てなかった相手に勝てるようになったのは努力の結果だって言えるのかもしれないですけど、これで満足してたら先へ進めねえ。先へか。はい、ラトウィーケンドで聴いた歌は今思い出しても熱くなるくらいすごかった。俺もそうならないといけねえから。これくらいで一瞬でも満足してられないんです。俺の夢は、俺たちの夢はもっと高いところにある。だから。なるほどな。なんかお前、剣みたいなやつだな。え？あいつも本当にバカみたいな努力するやつだったよ。まあ、俺に追いつきたくてな。ケンさんが努力を？ああ、いつも余裕ぶった顔をしてるが、あいつほど熱い音楽バカを他に知らねえな。だが最初は違った。むしろ真逆で、中学で初めて会った時はこんなつまんねえやつがこの世にいるのかって思ったくらいだ。何でもそつなくこなすが、妙に冷めた面をしてる。一人だけ大人びて周りなんか眼中にねえって。それが俺は無性にいけすかなかった。ケンさんとタイガさんが仲悪いって噂。あながち根も葉もないってわけじゃなかったんだな。だがそれだけってわけでもねえ。こいつは今だから話せるんだが、俺はこの町であいつには一目置いてたからな。え？そりゃ同じ町で生まれ育ったやつだ。目にする機会は多かった。ケンは器用なもんで、勉強もスポーツも楽々一等を取りやがる。俺があいつに勝てるのなんか歌だけだ。だがもしこいつが本気でやりゃそれもわからねえ。心のどっかでそう思ってた。俺はガキの頃からここで歌ってて、世界を取ってやるってくらいの思いでやってたのにな。それで俺が路上で歌ってる時にケンが通りかかって、いつものつまんなそうな顔を向けやがるから、ついカッときてよ。あの野郎、無視してんじゃねえ、こっちを見ろ。お前にはこんくらい本気になれるもんはねえのかよって。そんな風に思って腹の底から全力で歌った。
遠野でもまるで通用しなかったタイガさんの全力。それでケンさんはどうしたんですか？ああ、それがかなり効いたみたいでな。あいつの目に火がついた瞬間が俺にも分かった。ドロッとした熱の塊が冷めた両目の奥に見えたんだ。どうやら本気でやってるもんじゃねえと他人の心には響かねえらしい。本気で？ああ、そっからあいつもこの街で歌うようになった。初めて剣の練習を目にした時は驚いたもんだ。どうやら俺は虎の尾を踏んじまったらしい。そう感じたな。どういうことっすか？あいつは朝から晩まで路上で歌いながらずっと先のものばかり見てやがる。歌いすぎて声が枯れても悔しそうな面でまだ歌おうとする。ろくな声が出るはずねえのに喉を押さえて声を絞り出してた。ケンさんがそんな風に練習を？らしくねえだろ。俺もあれには驚いた。ケンは初めて見つけた熱を持て余してたんだろう。どうしたら消化できるのかわかんねえで、それでも火がついちまったからもう走り出すしかねえってな。どんな相手に勝ってもまるで喜びやしねえ。まだ足りねえ、まだやらねえとってひたすら歌いやがる。俺からすると勝ちは勝ちだろって思うんだがな。だが本気になっていくあいつを見てると俺も燃えた。あいつの自分の身を削ってでも上を目指そうって熱苦しさが俺には少し心地よかった。それで気づけば一緒にやる仲になってた。そうだったんすね。よく見りゃお前の目もケンと似たような目をしてる。特に今日のライブなんかあの頃のケンにそっくりだったぞ。俺が？ああ、ひりついて痛いくらいはるか上を渇望してる目だ。それ以外の生き方を知らねえ不器用なやつのな。案外いつかあいつみたいになれる器なのかもしれねえぞ。その壁は高いがなあ。さて、若えやつ捕まえて話しすぎちまったか。つい昔話も長くなった。悪かったな。いえ、貴重な話を聞かせてくれてありがとうございました。おう。あ、そうだ。そういやお前ら、今度はクロールグリーンでイベントをやるらしいな。ああ、いや、まだ交渉中なんで許可もらえたわけじゃ。おいおい、そのくらい突っ張って押し通せよ。俺やケンならそうしたぞ。いや、無茶言わないでくださいよ。大事なイベントなんですから慎重に行かねえと。っていうか、なんでタイガさんが知ってるんですか？あそこのオーナーから新たに打診されてるって聞いてな。あの親父が言うには最近じゃお前らのイベントもかなり評判がいいみたいじゃねえか。まあ、俺たちもラッドウィーケンドを超えるために本気でやってますから、俺たちはそのためなら何だってやりますよ。そうか。そこまで言うお前の覚悟がどれほどのもんかってのは興味あるな。なら俺も見に行くか。え、来てくれるんですか？ああ、クロールグリーンでやるなら。だけどな。そうなったらチケット用意してくれよ。はい。絶対最高のイベントにするんで
待ってます。あいつは朝から晩まで路上で歌いながらずっと先のものばかり見てやがる。歌いすぎて声が枯れても悔しそうな面でまだ歌おうとする。ろくな声が出るはずねえのに喉を押さえて声を絞り出してた。そうか。ケンさんもそうだったんだな。行きたい場所に行くために努力して俺にできることはそれしかねえって、そう決めて走り続けてきた。でもよく見りゃお前の目もケンと似たような目をしてる。特に今日のライブなんかあの頃のケンにそっくりだったぞ。案外いつかあいつみたいになれる器なのかもしれねえぞ。その壁は高いがなあ。もうここまでかもしれない。もうこれ以上先には何もないんじゃないかなんて、心は簡単に揺れ動くもんだ。だからいざという時は心より自分の心臓を信じろ。お前の体が熱く強く脈打つ方に進め。ああ、もし気持ちがへこたれちまっても、どんな苦しいことがあっても、お前の体が歌い続けたいって言ってんなら、その時は歌うことをやめるな。限界を超えたいならお前の手段はそれしかねえ。そうか。だからあの時ケンさんはあんな風に言ったのか。ケンさんも苦しみながらそれでも歌い続けて、それであの歌声は生まれたんだ。最初からあったわけじゃない。俺と同じでよかった。これで俺がやってきたことを信じてまた前に進める。本当によかった。